こんにちは、佐久間みおの美ボディ研究部部長の佐久間みおです。はい、なんか久しぶりだ。いやー、もう親知らずのね、急な虫歯かやらなんやらで動画がしばらく出せてなくてすいませんでした。まだちょっと絶妙に腫れてて恥ずかしいので今日はマスクで失礼しますが、まずは部長、ブラ作りはどうなったのよと待っててくれた部長のみんな、部員のみんなお待たせしました。最終審査の結果発表をしていきたいと思います。何の話って方はね、こちらの動画を見ればすぐ追いつけます。結果から言いますと、みんなと作るオリジナルナイトブラプロジェクトは正式に動き出すことになりましたというかね、実はもう動いておりました。インスタではね、ちょこちょこお伝えしていましたが、細かい書類とか打ち合わせは部長が終わらせておきましたので、ここからはいよいよサンプルを作る段階です。今回のコンセプトはみんなで作るナイトブラにしたいので、企業さんのビジネスにインフルエンサーが名前を貸すだけとかじゃなく、私もね、精力的に会議に参加して、もううざいほどコンセプトを説明して回ったので、ここからは皆さんの協力が必要です。また概要欄にアンケートを用意したので、みんなの声を聞かせてください。ただ今回のアンケートはこんな感じの内容になってるんですけど、ナイトブラの種類とかってどれが欲しいですかっていきなり聞かれても、使ったことない種類はわからないよって方も多いんじゃないかなと思って、急遽動画を回しております。ということで今日はですね、ここ半年くらいでもう20着以上はナイトブラを検証してきた私が、人気の種類を4つほど選んで、メリットデメリットや独断と偏見のおすすめランキングも発表していきたいと思います。それでは行ってみましょう。レディゴー。まずは布地タイプ。こういうのとかこういうのとか、肌着と同じような吸水性のいい綿などを使った一番オーソドックスな初期から出回っているナイトブラのタイプです。こういう風にレースとかついてても、裏返した時にいろんな布を縫い合わせて作っているような形。こういうビアージュさんとかみたいにつるんと縫い目がないものと違って、こう脇のところとかに縫い目があるようなタイプはこの布地タイプに当てはまります。この布地タイプの中で私が一番気に入ってるのは、前にも紹介したワコールさんのマイナイトブラです。メリットとしては高級な生地感で肌触りや吸水性がいいので寝心地が抜群です。で、裏返してよーく見てみると分かるんですけど、すごいね、細かくパーツごとに使う素材が分かれているので、前の肩紐と後ろの肩紐で生地違うんですよ。前の肩紐は上に引き上げてくれるし、バージスラインのところにはね、固めのサポートシートが入っているので、形もキープして横流れを防いでくれます。あとパッドがピーナッツ型なので、途中でパッドの形が崩れたり丸まったりとかしないのも気に入ってます。上品なレースですごく見た目も可愛いですし、レースを使った商品って大体痒くなりがちなんですが、さすがワコールさん、すごく柔らかい高級なレースを使用されているので、私は全く痒くなりませんでした。ただデメリットとしては高い。それだけね、いい素材使われてるので仕方ないとは思いますが、洗濯用に何枚も買いたくなるお値段ではないので、ちょっとセレブ向けかなと思います。あとはアンダーのゴムは細めなので、洗濯を繰り返していくとちょっと朝ずれやすくなった気がしました。ナイトブラの寿命は半年くらいと言われているので、こちらもう1年近く使ってるので当たり前っちゃ当たり前なんですけど、お値段がお値段なのでね、なかなか捨てにくいっていう。はい、まとめるとすっごいいいけどお高い。続いてはスポーツブラタイプ。こちらはですね、ホールガーメントっていう縫い方で、一般的な服の作り方はパーツ別の布を縫い合わせて作る縫製タイプなのに対し、特殊な機械で下から編み上げて作るので、縫い目のない厚めのストッキングのようなつるんとした仕上がりになります。このタイプの代表がビアージュさんのビューティーアップナイトブラかと思いますが、メリットとしては、言うほど縫い目のありなしは縫製タイプでも気にはならなかったですけど、フィット感、ゴムの強さがちょうどいいなと私は感じました。よく伸びるけどよく縮むから、苦しくないけどズレもしないし、しっかり全体を支えてくれます。あとこの汗わきパッドみたいなのがついてる分、かなり脇高になってて、脇からお肉が流れるのを防止してくれる感じがあって、こいつこやつすごい気に入ってます。あとやっぱりビアージュさんはお値段がね、お手頃なのが嬉しいですよね。ただデメリットは生地がね、厚い。ホールガーメントっていう作り方的になのか、このちょうどいいホールド感をキープするにはこの厚さが重要なのかは分かんないんですが、夏とかお風呂上がりすぐにはとても暑くて、
通気性も厚めのストッキングみたいな感じなのであんまり良くなくて、もうすぐ汗かいて気持ち悪くなっちゃうので、しばらく体を冷ましてから使った方がいいかなと私は思います。ただ寒い冬にはめっちゃいいと思います。腹巻きみたいな感じ。まとめるとすっごいいいけど熱い次がフロントクロスタイプ。こちらはね、最近使い始めてめっちゃ気に入りました。真ん中がね開いてないようなタイプもありますが、とにかくこういう風に生地が前でクロスしているタイプはこれに当てはまります。でもこのタイプのブラ3つ試したんですけど、作り方によって全然感じ方が違ったので、クロスしてればいいっていうものでもないんだなと思いましたが、このタイプの中で私が一番気に入ったのがエクサブラさんのグローナイトリボーンです。メリットとしてはつけた瞬間にこう見た目通りの X に沿うように寄せ上げしてくれる感じがしました。パッドはなしなので、パッドで押し上げてるっていう感じでもなく、押しつぶされる感じもなく、本当に正方のみで寄せ上げてくれてるって感じです。あと真ん中の穴がね、他のフロントクロスタイプと違って結構大きめに開いているので、谷間のあたりの蒸れ感もかなり防止してくれます。そしてこちらね、リアージュ並みの脇高で、この汗脇パッドみたいなのがついてるわけじゃないんですけど、かなり脇のギリギリのところまで高さがあるので、脇流れもしっかりガードしてくれる感じで、意外とここまで脇高なナイトブラってなかなかないのでお気に入りです。アンダーゴムもね太めなので、朝下乳が出てくるような感じもなかったです。ただデメリットとしてはこちらもねちょっとお高め。あとレースがやっぱりマイナイトブラとかと違って痒くなるし、痛いというか、脱ぐ時がスポンジで軽くこすられてるような、肌が傷つくような感じがしました。私ちょっと敏感肌なので、肌が強い方は気にならないかもしれません。あとね、これは好き好きだと思いますが、パッドがないのでニップレスとか貼ってないとトップが透けます。夏とかこれの上に T シャツ着てちょっとコンビニまでとかは行きにくいかも。まとめるとすっごいいいけど透ける。そして4つ目はフロントホックタイプ。ちょっとこちら現物がね制作会社さんの方に置いてきてしまったのでないんですけど、こう普通にナイトブラを着た後でこう真ん中とか両端にホックがついてて、こう両端からグイーンと前でホックを詰めて寄せるようなタイプはこちらになります。サイドにホックを止めるタイプもありますよね。代表的なのはアンジェリールさんのふんわりルームブラかな。エレアリーナイトブラとかも形は似てるけど、エレアリーはホックじゃないので、アンケートではその他にエレアリーナイトブラは入れてください。で、ふんわりルームブラを使ってみたメリットとしては、お昼も使えるというか、お昼に使った方がいいと私は思ったんですけど、パッドがねかなり厚いのですごく漏れて、サイドから物理的に寄せるので、離れ乳気味の方でも綺麗に見せてくれます。そして肩紐が太くて生地も全体的に柔らかいので、見た目はねこういろいろついてるけど、その割にそこまで苦しさは感じませんでした。あとサイズ展開やカラー展開も多くて、 AA カップから G カップまであったり、アンダーも60センチから85センチまで対応の幅が広いのはいいですよね。ただデメリットとしては結構ごついというのが第一印象でした。ホックで寄せた時に正しい位置になるように作られてるみたいで、ホックをしていない状態ではそもそもカップの位置が離れてるんですよ。なのでその分横幅が大きくて、パッドもこれでもかってくらい分厚いので、いろいろとでっかいなと思いました。あと肩の裏の縫い目が結構厚くて後になりました。何よりこれはふんわりルームブラに限った話ではないんですけど、分厚いパッドで血流が悪くなっちゃったら、せっかくね毎日リンパマッサージしたり栄養に気をつけてご飯を食べていてもバストアップの効果が薄まってしまうので、日中にお部屋の中でも楽にお胸を盛りたいっていう方にはすごくいい商品だと思いますけど、寝る時に厚まりパッドとかホックとかあんまりゴツゴツと余計なものはない方がいいなと私は思いました。まとめると名前の通りナイトブラよりルームブラにいい。この辺がメジャーな4種類かなと思うんですけど、あと他によくあるタイプとしては、肩紐にストラップがついているアジャスター調整タイプとか、背中がクロスされている背中クロスタイプとかもありますが、私の感想としては、まずアジャスター調整タイプは一見ねワイヤーブラみたいに調節できて便利そうですが、アジャスター部分の生地はどうしても硬めのゴム素材になるの
で締め付けられて寝心地としては微妙だなと思いました。あとワイヤーブラと違ってナイトブラはよく伸びる素材でできているので、そこまで調節の必要はないかなと思います。あと私が思ったのはアジャスタータイプの方が洗濯で生地がね伸びきっちゃったとしても短くすれば長持ちするのではと思ったんですけど、よく考えたら洗濯で伸びるのは肩紐だけじゃなくアンダーのゴムとかも伸びるので、結局お胸のことを考えればブラの寿命を守って買い替えるべきだなと思いました。そして背中クロスタイプは一見ね背中から引っ張ってくれて猫背も改善しそうとか思いましたが、甘かった。私が試したのはシンデレラマシュマロリッチっていうテレビとかでも紹介されていたナイトブラでしたが、クロスされている部分の生地が柔らかいので特に背筋が伸びるようには感じなくて、むしろクロスされてる部分が洗濯とかすればするほど丸まるので、ちゃんとね整えて着るのも大変でしたし、寝てても丸まっていくので重なっている部分が気になって寝心地も微妙だったので、もっとね背筋をぐっと伸ばして引っ張るには強いゴムが必要だなと思って、アディダスのねスポーツブラで寝てみたところ純粋に苦しかったです。背中のゴムが強いということは上に引っ張られるかと思ったら全体的に後ろに引っ張られたので潰されて苦しすぎて朝胸が冷たくなっていました。だからねよくインスタでもスポブラをナイトブラ代わりにしちゃダメですかって聞いてくださるんですけど、ダメですね。だからマシュマロリッチさんは柔らかい生地を使ってたのかと思いました。いやナイトブラでね楽して寝てる間に猫背まで改善できたら最高ですけど、いろいろ試して感じた結論としては衣類ごときで猫背改善は甘い。筋トレしましょう。はい、そんなこんなで最近20種類以上いろんなブラを毎日試してみて思ったんですけど、リンスインシャンプーよりリンスはリンスでこだわった方が髪にはいいものになるのと同じ理屈で、ナイトブラはナイトブラ、ルームブラはルームブラ、スポーツブラはスポーツブラで分けて使ってあげた方が一番胸にはいいなと思いました。当たり前といえば当たり前なんですけどね、どうしてもこう一石二鳥みたいなのに惹かれちゃいますよね。ではそんなナイトブラの中で良いナイトブラの見分け方とはということで、バストアップの妨げにならないナイトブラの選び方で私が気をつけている重要なポイントは3つです。1、寝心地の良さ。肌に合う生地とかフィット感とか吸水性とか、安いからとか漏れるからとか見た目だけで選ぶと大事な睡眠の質が下がって成長ホルモンが出にくくなってバストアップの妨げになります。2つ目は横流れ防止。脇高だったり裏地に工夫があったり、ナイトブラの醍醐味は寝ている間に脇や背中に流れてお胸が小さく見えたり離れ乳になったりしている原因を取り除くことなので、これができなきゃただの乳バンドです。そして3つ目がサイズ感。同じブラでもねサイズが変わるだけでフィット感も大きく変わるので、このブラ微妙だなと思ったものでもサイズを変えればお最高じゃんってなることも全然あるので、できれば試着して購入してほしいですが、ナイトブラはネット購入が多いと思いますので、前にご紹介したこちらの動画で自分の正しいサイズを理解して、まずアンダーサイズで選び、ナイトブラ特有の M とか L とかどっちセンチメートルで見たら M なんだけどカップ数で見たら L なんだかとかは個人的なおすすめとしてはどっちも買ってみて、もし大きすぎたら生理中用にしちゃうとかね、違うサイズ買ってどっちか無駄になったらもったいないしと思わず、これもバストアップに必要な投資だと思い切っていろいろなサイズを試してみると意外な発見もあると思います。よくわからん飲めば大きくなるよみたいなバストアップサプリとかを買うぐらいなら絶対ブラの方がいいと私は思います。はい、ということで長くなっちゃったけど、この3つ、1寝心地、2横流れ、3サイズ。ナイトブラはこの3ポイントに気をつけて選んでみてください。それでは最後に一つお知らせをした後に今日紹介したナイトブラの部長的お気に入りランキングを発表します。冒頭にも言いました通り、美ボディ研究部部員と部長みんなで作るナイトブラのために概要欄に貼ってあるリンクから10問くらいのほぼ選択式の簡単なアンケートに答えて、みんなが望むナイトブラはどんなものなのか教えてください。だいたい今日から1週間のアンケート結果をもとに第1弾サンプルを作っていきたいと思います。今日の動画を見てこのタイプのナイトブラが欲しいと思いましたとか、部長はそう言うけど私はこのタイプのブラはこう思ったんだよねとか、無理だとは思うけどこんな機能あったらいいのになーとか、何でも大歓迎なのでみんなの素直な意見をお待ちしています。それでは今日名前を挙げさせてもらった商品の中から部長のお気に入りナイトブラベスト3を発表しておしまいにしたいと思います。ただほんとね、ブラとかはフィット感人それぞれ違うのであくまで参考までにどうぞ。部長のお気に入りナイトブラベスト3は
はい、ムシムシするけどホールド感最高のビアージュビューティーアップナイトブラ。第2位はじゃか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 じゃん。はい、ワコールパルファージュさんのマイナイトブラ。そして栄えある第1位はじゃか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 じゃじゃん。はい、エクサブラのグローナイトリボーンです。ただね、ほんとすごい僅差です。グローナイトはトップが透けるのとレース素材じゃなかったらホールド感とか通気性、脇高など3つのポイントから考えても最高だと思います。あとお値段もね、もうちょっと可愛いといいんだけど、この辺りを考えつつ部員のアンケート結果も見ながら最高のナイトブラを作って早くみんなと一緒につけたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。部長を応援しますと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アンケートお願いします。